これでわかるポリニャック夫人。フランス王妃マリー・アントワネットに取り入って膨大な浪費をさせたのにフランス革命が起こると真っ先に逃げた悪女とも言われるポリニャック夫人。実際のところどうだったのでしょう。彼女の生涯を覗いてみましょう。1749年、パリにポラストロン家の長女として生まれる。本名ヨランド・マルティーニュ・ガブリエル・ド・ポラストロン。ポラストロン家は由緒ある名家でしたが、彼女が生まれた頃には借金などもあり、貴族といえども生活は余裕がありませんでした。17歳の時にジュール・ド・ポリニャック伯爵と結婚。ポリニャック家は代々ブルボン王家に仕えていたのですが、ルイ14世の時代、王の長妃モンテスパン公爵夫人の黒ミサに関与したことなどからポリニャック家は失脚し、これまた経済的な余裕はありませんでした。そんな二人に転機が訪れます。それはベルサイユでのレセプションでした。宮廷女官となった義理の妹のディアーヌ・ド・ポリニャックの招待を受け出席しました。そこでポリニャック夫人は王妃マリー・アントワネットと出会います。マリーは彼女の美しさに見とれ、ぜひベルサイユに住んでほしいと言います。宮廷で暮らすのは高額な出費を伴ったため、ポリニャック夫人はその生活を維持するだけの収入がないと正直に答えました。見栄を張るのが当たり前の宮廷生活を送っていたマリーにとって、その正直さは新鮮で胸を打たれます。何とかしてとどまってほしいと思います。これはポリニャック家が彼女なら王妃のお気に入りになれると見込んで連れて行ったのではという話もあります。マリーはなんとポリニャック家が抱えていた借金を肩代わりし、夫に見入りの良い仕事を与えました。快適な部屋も与え、ポリニャック家の生活は一変しました。マリー・アントワネット20歳、ポリニャック夫人26歳。マリーにとって美しい憧れのお姉さんでもあるポリニャック夫人は明るく社交的、また天真爛漫な振る舞いはマリーにも似ていて、窮屈で重い宮廷生活を華やかに変えてくれる存在でした。当時王妃になって慣れない宮廷の生活を送っていたマリーには息抜きが必要でした。ポリニャック夫人と同い年のランバル公爵夫人という長妃がいました。王族とも血のつながりのある家の出の彼女はあまりに真面目で息抜きとしては少々物足りなく感じていたとか。マリーはポリニャック夫人にどんどん心を許していき、彼女はなんとルイ16世も招待されなかったプチトリアノンに足を運ぶようになります。プチトリアノンは田園風景が素敵なベルサイユ宮殿の離宮。マリーが王妃としての重圧から逃れ、自分らしくいられる時間を過ごす特別な場所でした。またポリニャック夫人は後に王妃が出産するとガバネスと呼ばれる王家の子女の教育係の職も与えられました。また2人でギャンブルなども楽しみ、お金がたくさん動きました。そんな一番のお気に入りでエコひいきされていた彼女、他の貴族から疎まれないわけはありません。悪い噂は尾ひれをつけて広まっていきます。王妃を操っているとか。また2人はレズビアンの関係にあるとも噂され、何千ものポルノ色の強い中傷パンフレットが出回りました。そうしているうちにフランス革命が起こります。そして1789年7月14日、バスティーユ襲撃の直後、ポリニャック夫人は王妃を見捨てて真っ先に国外へ亡命したという事実があります。このことで彼女はまた恩知らずの悪女と言われるようになるのですが、どうも実際には彼女は王妃のそばに残りたいと願い出ていたようです。ただ残っていたら命が危ない状態。マリーは一刻も早くここを出なさいと言います。馬車に乗る際に渡されたものはマリーからの500ルイ金貨と手紙。さようなら、大切なお友達。恐ろしい言葉ですけれど、どうしてもそう書かないわけにはいかないのです。馬をつける命令はもう出してあります。私にはもうあなたを抱きしめる力しか残ってはいません。ポリニャック夫人は召使いに変装し逃亡。家族と共に放浪生活に入り、イタリアを経由してオーストリアのウィーンに落ち着きました。
革命勃発から4年後、ポリニャック夫人はウィーンにて亡くなりました。44歳でした。死因はがんもしくは結核とされていますが、マリー・アントワネットが処刑されてからわずか2ヶ月後のことでした。心労から体を壊した可能性もあります。こちらの絵をご覧ください。ビジェ・ルブラン作ポリニャック夫人。画家の自画像とよく似ています。ビジェ・ルブランもマリー・アントワネットのお気に入りの画家、王妃の好みがはっきりしていたのかもしれませんね。ポリニャック夫人が浪費させたのは事実。ただ亡命はこの状況だと仕方なかったのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。